こんにちは。仕事に役立つ文房具の店、天の仕事道具店の店長天です。今日は当店で最近取り扱いを開始したおすすめの新商品を紹介していきます。当店では取り扱い開始タイミングイコール新商品としてます。メーカーから発表されたタイミングとはちょっとねずれる可能性があるんですけど、ご了承ください。ということで最初に紹介するのは、一緒にやること付箋小巻ロール462円です。これはね今年の2月にメーカーから新発売したものなので、当店に関わらず新商品です。仕事や家事に活躍する Don't Forget のね柄の他に To Do 方眼の2柄があって、あと赤と青の2色展開。本体にはミシン目が入っていて、1枚ずつね簡単に切り取って使うことができます。裏側は全面粘着糊がついてます。ただねそこまで粘着自体は強くないので、何度も貼ったり剥がしたりとかっていうのはできないかな。私はもともと同じシリーズのワイド To Do っていうのを愛用していました。使いやすくてね、当店でもぜひ取り扱いたいなと思っていたんですけども、こちらのアイテムの中の芯が大きくて、当店でのね配送手段ではちょっと取り扱うことができませんでした。で、この度新しい商品の方は芯の直径が小さいタイプになったので取り扱えることになりました。小巻きタイプの方は80シート入りです。4×3 センチほどのね大きさなので、消しゴムぐらいのサイズ感かな。とっても小さいタイプのペンケースでない限りはペンケースの中に入れて持ち運べると思います。紙の付箋なので筆記具を選ばずに書き込めるので、ノート作りなどにもね活用できそうかなと思います。付箋一辺の大きさは 3×4 センチなので、小さめのね iPhone 12 mini とかのやつに貼ってるんですけど、それも貼れました。でも紙に貼るよりは端っこの部分がねちょっと剥がれやすくなっちゃうので、一時的に貼って使う使用方法がいいかなと思います。アプリのメモ帳に書いてるだけだと忘れちゃうような手紙出すとかね、あと出先で依頼メールを受け取っちゃったタスクを一時的にメモっておくっていうのがいいかなと思います。次は同じく一緒にシリーズのやること付箋フィルム1個495円です。カラー2色サイズが2サイズあって、こちらは今 L サイズが写ってます。3種のデザインが10枚ずつ入っていて、付箋1辺が 40×49mm。一応ね台紙がカバーになるような仕様になってるんですけど、上段中段の柄を取り出すときはちょっとね台紙に貼ったままだと取り出しにくいので、個人的には台紙からね全て取り外しておく方が使いやすいです。で、こっちが S サイズ3柄入りで、うち2柄は20枚ずつ、残り1柄が10枚入り、1辺は 28×29mm。S サイズもね最初台紙に貼り付いていたんですけど、ちょっと使いにくいので剥がしちゃいました。厚口のフィルムでできていて、うっすらね裏側が透けます。裏面は半分くらいが接着エリアとなっていて、粘着力もね結構しっかりあります。こんな感じでノートからちょこっとだけ上に出して使うんですけども、厚口フィルムなのでねよれず破れず綺麗なまま使うことができます。フィルムですがシャーペンとね油性ボールペンを使えば付箋に書き込むこともできます。ノート以外にも仕事シーンでよく使うねクリアファイルとかにも貼って使うことができます。むしろねクリアファイルの方がなんかしっかりくっついてて剥がれにくかったので相性いいのかもしれません。メモってもねメモったこととかその場所を忘れちゃうことが私は多かったので、こういう感じでインデックスになるタイプだと見逃して忘れちゃうことっていうのをね防げます。持ち運びにちょっとね難儀しますが、それでもシンプルなデザインと他のアイテムにはない便利な機能があるのであんまり気になりませんね。仕事に役立つ文房具の本が発売されました。全国書店 Amazon にてご購入いただけます。ぜひチェックしてみてね。最後のアイテムは3冊セット MD 用紙ノートライト A7 3冊でなんと550円。このノートは MD 用紙という紙が使われています。当店でもすでにね MD 用紙でできているアイテムをねいくつか取り扱っています。MD 用紙っていうのはね書き心地が売りなんですが、それとは別にこの商品を取り扱うことにした理由をちょっと先にね紹介しようかなと思います。去年のある日、万年筆の練習がてら日記をつけてみようってね、急に思い立ちました。で、今までの私の経験からページ数が少なくて小さいものにしようと思って見つけたのがこちらのアイテムです。1冊48ページと使うページがね、どんどん進んでいく感覚があって、続けるのが難しいと思った時も、いや、残り数ページだからちょっと頑張ろうっていうね、なんか視覚的に見えるモチベーションになりました。
なので気軽にね始められて、で最後まで頑張って使い切る頃には習慣化できているっていうようなお気に入りのねミニメモ帳です。で書き心地なんですけど、上から一般的な油性ボールペン、次が万年筆、次が油性ペンマッキーみたいなやつですね。で最後が水性マーカーは2度塗りとあと複数回塗りも試しました。油性ペンのみねうっすら裏にちょっと抜けていますが、他はね全く抜けていません。その次のページにはもうどのペンで書いたものもね染みていません。なのでね筆記具を選ばずに使えます。中のフォーマットは3種類、3冊1セットで、中身はねすべて同じフォーマットで1セットになっています。方眼は原稿用紙の雰囲気を持つような5ミリ方眼形で、薄いブルーのラインなので書いた線とかね文字が見やすいです。活用アイディアとしては、会社の研修に出る時のちょいメモとか、後で調べたいことややりたいことのリストとして日常使いにもいいです。紙がねなんかすごく書き心地がいい分、ちょっと記録とか後から見返す、これからも取っておく系のものに使いたい気もするんですけど、このメモ帳のいいところはちょうどいいページ数の少なさと書き心地で使い切れるようになるっていう、習慣化できるっていう点だと思うので、もしねメモ帳を使い切ったことがないことが悩みの方は、ぜひね思い切っていい紙でも高すぎないこのミニメモ帳っていうのがおすすめです。次に無地タイプの活用アイデアとしては、思いついたアイデアとか考えをメモっておくよう。この日頃のアイデアメモって結構大事というか、自分の資産になるなと思っていて、例えば急にね社内コンペとかでアイデアの募集があって、ちょっとチャレンジしたいなと思った時とか、何かこう急にアイデアを求められた時、チャンスの時ってやっぱさっとねこういう見返せるメモがあると本当に助かるんですよね。もうねそれは過去の自分にすごく感謝すると思います。具体的なねアイデアだけではなくて、こういうのとこういうのが実は仕組みが似ているなとか、あとこんな言葉を言われて自分ではこう感じて、でもこういう考え方をしたらすんなり消化できたとかね、そういう考えとかもちょっとテキストで書ききらない場合はイラストとかも交えながらささっとメモっておくと、いつかね役立つ資産になると思います。で最後に罫線の活用アイデアですね。径幅 7mm の横径で上下で分けて使えるように中央の罫線が太くなってます。せっかくね上下に分かれているので、上のエリアには例えばその日の気づきとか学びを書いて、下のエリアには次の行動を書いて、毎日少しずつ成長するきっかけとかにできそうじゃないかなと。他にもね疑問に思ったことを上に書いて、後で調べたことを下に書くとか、あとただただね一言日記として一区画1ページで4日分使うとか、英語や本の感想をメモったり、旅行の予定を書き出してみたりとね、いろいろな使い方ができます。最後までご覧いただきありがとうございます。一部ね欠品してるものも来月にはまた入荷してくると思うので、ぜひちょこちょこ当店ご覧になってお待ちください。またね。